こんにちは、堀口洋二です。今回は佐野ちゃんがまた名前言った方がいいですね。健太です。佐野です。はい。はい。今日は、佐野さんがなんか自分に聞きたいことがあるっていうんで聞いてみたいと思います。それでは何ですか？多分もう何百回も聞かれてるテーマだと思うんですけど、は武選手と天心選手がはい6月にザ・マッチで戦うじゃないですか。はいはいで、ルールが今まで決まってない中でいろいろ聞かれてたと思うんですけど、正式にどういうルールかが決まって具体的な勝敗予想ができるようになったと思うんで、はちょっと忖度なしの本音のいはい勝敗予想を聞きたいなと。はい、はい。わかりました。あんまり乗り切らない受理します。いや、受理しますね。もう慣れすぎてると思うんですよね。めっちゃね、みんなずーっとねそればっかり。いや、待ってたでしょ、みんなは。そんなもん試合見ろって言うんですけどね、僕は。やっぱ自分のチャンネルでね、正式に出す。はいはいはい。まあ本当に面白い試合ですからね。うん。そうだね。でもまあいろいろさ、ちょっと縛りが強いよね、なんか。そうなんかルールとかまずはルールルをまず契約体重が前日計量58キロ、さらに大会当日試合の3時間前に4キロ戻しまでなんで、62キロまで戻すっていう、体重はルールになってますね。多分天心君は多分もともとがもう62ぐらいなんですよね、多分。通常体重、通常体重で、武尊君多分65、6とかありますよ、多分、うん通常が、大きいですねはい通常が。だから結構、こう言ったらあれかもしれないですけど、武尊君は結構きついんじゃないかなと思いますよね。しかもこれ3時間前ってさ、ないよね、なかなか。聞いたことないですね。まあでもアマチュアの試合では結構当日計量で3時間もないうちに試合やってる。あ、そうなんだ。あれアマシューとかそうじゃん。そうだっけ？そうだよ、当日計量してもうそこをちょっと食って試合じゃん。あ、そんなんだったっけ？そうだよ、なんかここ最近のイメージが強すぎて、普通は1日前に計量して、で試合じゃん。リカバリーしてね。でもやっぱああいう武選手のガチャガチャ前に出て相手をなんていうんですか、潰す。潰すっていうかパワー系のスタイル、だとやっぱ体重が、ね、65まで戻っちゃうとやっぱすごい有利だからっていうんで多分こういうルールにしたと思うんですけど、ルール的には間は取ってないのかなと思いますね。どっちかというと天心君寄りなのかなと、体重に関して、体重に関してだけ言ったら、じゃあその他の部分なんですけど、他のルールがワンキャッチワンアタックのキックボクシングルール。1回使うんだね。で1回1回までは OK で、ラウンド数が3分3ラウンド。3分3ラウンドだと結構厳しいと思うんですよ。決着つかないんじゃないかなと。延長あるんですか？延長が1ラウンドあって、3分3ラウンドで決着つかなかった場合は、延長のラウンドの内容のみでマストジャッジ。それに関してはどうですか？ラウンド数とか分数とか。自分もキックルール3ラウンドやってますけど、やっぱ総合と比べたらすごい速いっていうか、ペース配分がすごいなんていうんですかね、しづらい感じですね。ラウンド数的にはどっちがいいとかありますか？そういうのはないんじゃないですか。でも天心君が勝つにはどうだろう、あんまり KO 取れないのかなとは思いますけどね。でも62までの戻しっていう戻しも決められてるから難しいですよね。自分の予想を言うと、天心君が判定で勝つなら、KO で勝つなら武尊君が勝つかなと思ってるんですよ。ああ、なるほど。っていう読みだったんですけど、その62っていう体重の戻しがあまりできないっていうのを聞いて、ちょっと厳しいかなと思いましたね。武尊君が勝つのは。62だとパワーが落ちる。って思っちゃいましたね。だから天心君勝つのかなって思いますね。判定で。いや、62同士なんで判定でも KO 勝利でも天心君有利になっちゃうんじゃないかなと思いますね。なるほど。そのぐらい体重がすごい重要ってことですよね。やっぱ重要ですよね。だからこんだけこう細かくね、決められてるわけだし、実際自分は前日計量してその後に試合の当日に相手5キロ以上自分と体重差があって試合やってるわけなんで、自分はねでもそれが普通であって、
この62までしか戻しちゃダメっていうのがあるのであれば、てかもうあるじゃないですか、ってなると、天心君が有利なんじゃないかなとは思っちゃいますよね。武尊選手は普段の試合してる体重まで戻せないってことだもんね。普段から今落としてやってるっていうなんかのインタビューかなんかで聞いたんですけど、結構それってきついんですよね。やっぱ体力も落ちるだろうし、もともとあるものを落とすってすごいきついんで、だから天心君が有利なんじゃないかなと思います。昔予想では武尊君じゃないかってパワーで勝つと思って、体重も全部回復できると思ってたんで、そっちの予想でしたけど、今こう蓋を開けてみたら、同じ体重で筋肉も削らないとならないってなったら、技術がある、天心君なんじゃないかなとは思いますよね。はい、そんな感じです。試合展開はどういう感じだと思います？武尊君がやっぱいつも通りガンガン攻めていって、天心君ちょっと見て、カウンター狙ったりするんじゃないかなっていう。あとは得意の相手が想像しないような技を出してるですかね。で武尊君がガンガンいくっていうタイプなんで、そこにうまくカウンターを合わせるか、武尊君がそのカウンターをもらわずそのままこう攻めきるか、そういう試合なんじゃないかなと自分は思ってます。打ち合いとかにはならなそう。そんなにならないと思いますね。そんな感じ。右やりか。一回なんかゴングの取材かなんかで、自分が通って空手道場のいちごクラブで夏の合宿をやってる時にゴングの格闘技さんが俺に取材をしたいっていうんで、そこにわざわざ来たんですよ、合宿してる場所に。でちょっとその伝統派空手の練習をほんの少しだけ一緒にやりましたね。何年前ぐらいですか？結構マジもう UFC の時だもんね。ちょうど1年前。嘘だよでも何年前？ 5 年前だよね。とかそんなぐらいですね。その時の印象はどうでした？不器用だなと思いました。あ、そうなんですね。武尊選手は極真で、もともと自分らが伝統空手で距離を取ってる。極真ってもう距離がこうなくガチャガチャやる方で、一緒に基本とか見たんですけど、組み手とか見ましたけど、やっぱり硬い動きでしたね。K1 で見てるあのままガチャ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 っていう感じでした。自分両方と練習、そういう意味ではちょっとしてるんで。あ、そっか。天心君は試合もやってるし、天心君はどっちかというと技術とかですね、スピードと技術。技と力の対決ってことじゃない？そうですね。そうです。そうです。逆に言うと武尊選手はこのルールを飲んだってことは、それでも自信があるってことですよね。それでも自信もあると思うし、多分武尊君の性格上やりたいっていう、俺の方が強い、やっぱ格闘家なんでそういうのがあると思うんで、こんだけだって何年もそうだよね、ずーっと言われてたからね。やっとできるってなってさ、体重でまた揉めたりとかさ、そうだよね。いいよやるよってなっちゃうでしょ。俺だってなるもん。そっか。俺は揉める前にもうやるはーいパン適当か。やる何キックやる俺はそうだ。やったからね、実際ね。でもさ、ここで俺がちょっと疑問に思うのは、武尊君 VS 天心君、会場一番前の席300万、それ納得いかねえな。ちょっとそれ俺ん時さ、ね、普通のVIP 席5万とかでしょ、納得いかねえなお前それ俺ん時もやれやって、俺はちょっとねなるでしょ。もつれにもつれてやっとできるってなったから、値段がバーンって上がってるんでしょ。それもあるし、教授と違う団体もあるじゃん。そのライズとか K1 とかライジン。教授とやった時はもう普通にすぐバーンみたいな感じでさ、はいやるよはいやるって言ったから。でもね納得いかないよ。なんかね、席お前300万なめんなよってなるよねカメラ見てなめんなよでもさ、それだけ格闘技熱がちょっと戻ってきてるよね。結論を言うと、天心君有利なんじゃないのっていう。でも武尊君もね、やっぱりすごいこの試合にかけて練習もやってきてるし、格闘技って何が本当一発で変わるんで、一発で全部ひっくり返す、そういうのも魅力、そこが魅力なので格闘技の、だから楽しみにしてもらいたいですよね。はい。
試合当日って6月19なんでもうアメリカに戻ってますよ。そうですね、6月19だともう戻ってますね。ペーパービューで見る。まあ、そうですね、ペーパービューとかで見ようかなと思ってます。じゃあね、やっぱ格闘技もね盛り上がってきたことだし、そうですね。じゃあこの佐野さんが持ってきた勝敗予想企画まあ自分はこう思っているんで、でも自分だけじゃなくてどう思う、どっちが勝つと思う？いやー、俺ね、どうだろうな、タケル選手かな、俺は。佐野さんは？僕もなんか武尊選手はパワーで押し切るのかなと思ってました。はいはいはい。で俺なんでかって言ったら、俺空手やってた時、俺は技術じゃなくてパワーで押すタイプだったからだからタケル選手じゃないかなっていう、そういう予想。ちょっと今例を思い出した。ロッタンと天心、あれロッタン完璧パワーでいってた。言ってたね。で天心君はね技術で翻弄して勝ったじゃん。だから俺はあんな感じになるのかなと。ちょっと例を出す。だから見る人によっちゃロッタンじゃないのみたいな。そういう感じ。なるんじゃないかな。なるほどね。でもそれもありえるね。そう、例を出すならね、それが一番近いのかな。まあちょっと戦い方ね、ロッタン蹴りが中心に違うけど、あれのパンチバージョンじゃないかなって思う。よし、じゃあこれで終わりにしましょう。はい、ありがとうございました。まあ自分らの見解はこうですね。外れても文句言うんじゃねえぞ。はい、じゃあこの動画が良かったと思ったらグッドボタン、悪かったと思ったらバッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。じゃあまたねー。